花山をも超える驚異の肉体のレックス。残酷さは最強死刑囚以上のグランドマスター。今回は、バキ本編を超えた名勝負、レックス対グランドマスターを紹介します。あまりの強さゆえに、花山薫ですら脇役に。人間レベルを超えた戦いをしたい人は、しっかり拳を握りしめて、高評価に向かってパンチ。お気に入りのシーンやキャラをぜひ教えてくださいね。レックスは2メートルを超す体格で全身が筋肉で覆われています。顔面に大きな傷跡がたくさん見られ、近寄りがたい雰囲気を感じてしまいます。人間離れした筋力の持ち主で、トラックや電車をあっさりとひっくり返し、コンクリートを素手であっさりとむしり取れるんです。その筋力から繰り出される一撃は圧巻。パンチ一発で相手を吹き飛ばしてしまいます。耐久力もモンスター級。トラックに跳ね飛ばされてもケロッとしています。実はレックスの異常な強さに、天才外科医、しのぎクレハが関係しているようです。レックスの起こした数々の事件に、クレハが密かに予想していました。長年痛風の症状に悩まされており、風が吹くと症状が悪化。痛みのため自分でも止められないほど凶暴になるんです。痛みを癒してくれる相手を求め続け、花山薫に巡り合いました。花山に猛然と殴りかかりますが、花山は全て、その攻撃を体で受け止めます。花山にほっぺたを詰められているうちに、痛風の痛みが紛れてしまいます。あまりの嬉しさに花山に殴られても、トラックに衝突しても動じません。レックスの今までの苦悩が一発で吹き飛びました。知的面に障害があり、深く物事を考えることが苦手なレックス。戦いの最中でも、簡単に集中力が切れてしまいます。痛風の痛みを癒してくれた花山に親しみと憧れを持っており、花山を傷つける者は、誰であっても容赦はしません。花山のピンチの際には真っ先に駆け寄り、動物的な直感で GPS も使用せずグランドマスターを探し当てました。ナットを得るメルーのグランドマスターは、その強さと残酷さ、行動力から史上最強の暗殺者とも呼ばれています。1メートルを下回る体格ですが、その強さは、バキの世界でも風の抜いています。先天的に筋肉が成長してしまう病気を患っており、特徴的な見た目は、ホルモンバランスの乱れによるものだそうです。その攻撃力は、片手で人間の頭を潰し、スピードは人間の限界を超えています。超能力の持ち主でもあり、相手に幻覚を見せたり、攻撃力を倍増させる気のようなものも用います。命に対する意識が薄く、命を奪うことに何のためらいもありません。敵対相手の命はもちろん、自分の飼っているペットでさえも、美食の一環として扱っている。レッサーパンダストロガノフとして美味しくいただきました。グランドマスターは、巨大な軍事力を持つ秘密結社 NOM の修行。日本制覇を目論む彼に、花山薫と武闘派極道集団藤木組が立ちはだかります。花山薫を暗殺しようと、メイドカフェで直接戦いを挑みました。壁をも破壊する強力な打撃を受けても平然と立ち上がるグランドマスター。花山に幻術を仕掛けました。花山の亡くなった母の姿を見せ、隙を突き攻撃を行います。しかし花山は、強い精神力で、幻術と母諸とも、強力なパンチを打ち込みました。人質を取りながら、射撃ポイントに花山を誘導するグランドマスター。配置しておいた部下に、花山を狙撃させました。生死を確かめず、その場を立ち去るグランドマスターでしたが、その後、グランドマスターの前に、レックスと共に花山も現れました。自力でグランドマスターを探し当てたレックスは、花山の敵として勝負を挑みます。レックスの強さを感じ取り、撤退を伝えたグランドマスターでしたが、レックスは、誰一人逃がすつもりはありません。コンクリートを素手でむしり取り、兵士に向けて、散弾銃のように、コンクリートの弾丸を投げつけました。かかってくるように、レックスに告げるグランドマスター。おめえ、態度でけえな。ちっちゃいくせによ。レックスの一言がグランドマスターをイラつかせます。そこにバイクに乗せられて登場した花山。かけていたメガネを地面に落とし、
宣戦布告をしました。しかし、地面に落ちる前にメガネを拾うレックス。しばし不思議な雰囲気となってしまいました。グランドマスターに暴言を投げかけるレックスに対して、グランドマスターの強力な一撃がまともにヒットしました。しかし、直撃したのにもかかわらず、レックスにはほとんど効いていません。あっさりと立ち上がり、グランドマスターに攻撃を仕掛けました。驚くべきスピードで攻撃を避けるグランドマスターでしたが、レックスもそのスピードについていきます。グランドマスターの力を込めた強烈な一撃も、レックスは片手で防いでしまうんです。手強いと感じたグランドマスターは、レックスに向けて幻術を発動しました。しかし、耳を防ぎ大声を上げるレックス。なんと幻術を防いでしまいます。間髪入れずにレックスの回転しながらのバックブロー。防御されてしまいますが、心理的にも大きなダメージを与えました。戦闘中に飛行機が気になり隙を見せるレックス。その隙を見逃さず攻撃するグランドマスターでしたが、レックスのダメージはほとんどありません。レックスの強さにグランドマスターは、彼をジャックハンマーと錯覚します。人間に見えない。グランドマスターの一言に深く傷ついたレックスは、渾身の力でグランドマスターを攻め始めました。コンクリートが破壊され、砂ぼこりがグランドマスターの視界を奪います。一瞬の隙を突き、レックスの一撃がまともにヒットしました。追撃するレックスに、グランドマスターの攻撃がレックスの勢いを奪います。反撃するレックスでしたが、グランドマスターの攻撃が的確にヒットし続けます。精度で勝るグランドマスターの攻撃に、一発の威力で対抗するレックス。拮抗した勝負の最中に、グランドマスターは、薬が切れて嘔吐し始めます。グランドマスターは、レックスの花山たちを倒すため、生命の危険を冒し、筋肉増強抑制剤を飲まずに戦うことを選択しました。能力が大幅にアップしたグランドマスターは、レックスの攻撃を叩き落とし、一発で、レックスのダウンを奪います。拮抗した状況が一変。一方的な展開となりました。花山に矛先を向けようとするグランドマスターに対し、レックスは諦めずに攻撃を仕掛けます。骨が折れ、大ダメージを受けようとも、レックスの闘志は衰えることがありません。花山もレックスの男気を察し、手助けせずに戦いを見守ります。鼻までもだれてしまうレックスでしたが、再び立ち上がりました。グランドマスターの無慈悲な攻撃が続く中、レックスは変身を試みます。変身はできなかったものの、撃たれても折れない気持ちの強さは持続します。顔面を攻撃し続けるグランドマスターでしたが、レックスの意識を奪うことができません。ダメージお構いなしで攻撃を続けるレックスに、苛立ちを感じてきました。拳同士のぶつかり合い、レックスの前腕の骨が折れて皮膚から飛び出しました。それでも、全力で拳を振り回すレックス。グランドマスターは攻撃をしながらレックスの体を破壊していきます。しかし、レックスの飛び出た骨は偶然グランドマスターの胸に突き刺さってしまいました。苦しみながらも攻撃するグランドマスターでしたが、形勢が一気に逆転。レックスの怒涛の攻撃がグランドマスターに炸裂します。地面に叩きつけ意識がなくなるまで殴り続けました。和気外伝の中で最も面白いレックスとグランドマスターの対決。今後2人が再登場することはあるのでしょうか？